も皆さんこんにちは、レッドです。皆さんは以前このハイゼットにパイプバンパーを取り付けて二次加工をしたこと覚えていますか？加工内容としてはこのスッカスカだった部分にプレートを取り付けて、さらにホンダアコードユーロ R のフォグランプを移植いたしました。ただ残念なことに前回はバルブがなくてフォグランプを点灯させることができませんでした。そこで今回は新しいバルブを手に入れたので、そちらを組み込んでいきます。それがこちら HID 屋の H11LED バルブです。今のところこのハイゼットは作業灯以外すべて HID 屋になっています。なので今回も HID 屋にしちゃいます。オープン。取扱説明書、保証書、じゃじゃじゃーん。これが今回組み込んでいく LED バルブです。裏には放熱ファンがついていて、表には LED チップが1枚2枚、そして今回選んだカラーはイエローです。やっぱ霧とかが出たらイエローが一番見やすいんですよね。それではフォグランプの取り付け作業レッツスタート。ズンチャンタタンタンタンタタンタン。前回取り付けなかった LED バルブを取り付けていきます。動画の最後ら辺にフォグランプの詳しいルールなどを説明していますので、よかったら最後まで見ていってください。さあまずはこの LED バルブが装着できるのか。とりあえず装着はできました。そしてこのプレートがここにこんな感じで来るんだけど、バンパーには接触していないんですけど、クリアランスがかなりギリギリになっています。これだけバンパーに近いと排熱効率が悪そうなので、裏にね穴を開けていきます。穴を開けたことによってバルブの熱逃がしができるようになりました。さらにバルブの着脱も簡単にできます。こんな感じで LED バルブの取り付けができました。次に配線を接続していくんですけど、ハイゼットにはこの H11 の差し込みソケットがありません。なので別売りのソケットを組み合わせて接続できるようにしてあげます。おお、しっかり光ります。両方点灯することが確認できました。次にライトに接続していた配線の根元部分から新しい配線を入れていきます。これで今助手席側と運転席側から配線を出すことができました。次にアースを作っていきます。はい、余裕を持って切断。これで丸型端子ができたので、ボディの金属部分に取り付けていきます。よし、次にハンダ付けを行っていきます。続きまして電源確保です。テスターを使ってスモールを起動させた時に反応するヒューズを探していきます。
スモールオン。はい、テスターが反応しました。ということで、ここですね。こちらのヒューズを抜いて電源取り出しケーブルを使って電源を確保します。これが今ヒューズから取り出した配線です。スモール起動、スモールオフ、スモール起動、電源 OK。 そしてこのままフォグランプに接続をしてしまうと、スモールをオンにした時にフォグランプも一緒に光ってしまいます。それはダメ。なのでフォグランプ専用のオンオフのスイッチが必要になってきます。そこで今回用意したスイッチがこちら、ミサイルスイッチです。で、今回のフォグランプがイエローカラーなので、こちらのミサイルスイッチを使っていきます。パカッと開けてファイヤー、オフの時はこんな感じということで、今3つの配線の準備ができました。一番左がフューズ電源、スモールをオンにした時に電気が流れる配線。真ん中がフォグランプにつながっている配線。そして一番右がボディアースです。で、このミサイルスイッチの接続方法なんですけど、どこにどう接続すればいいのか指示が書いてあります。まずここにプラスって書いてあるんですけど、ここに電源を差し込みます。プッスリ。次にこのイルミネーションみたいなマークにフォグランプを接続。プッスリ。で、この接続方法だけでスイッチのオンオフはできるようになるんですけど、このミサイルスイッチの上には LED がついています。この LED が今の状態だと光らないので、この横の部分にボディアースを接続。プッスリ。さあ最後にこのスイッチ本体をボディに取り付けます。今ここに作業灯のミサイルスイッチをつけているので、この隣に取り付けていきます。いいね、バッチリ光ります。そしたら皆さん一度ここに注目してみてください。このフォグランプの裏をよく見ると LED バルブがむき出しでかっこ悪いです。なのでこの部分を隠せるように専用のプレートを作りました。ちなみにこちらの制作映像は撮影しておりませんのでご了承ください。カバーを取り付けてる側はこのようにバルブが見えなくなります。奥の方を覗くとね、やっとバルブが見えるかなって感じです。カバーがついてない側はやっぱね、このむき出し感はあまりよろしくないですね。カバーが必要です。いいじゃんいいじゃん。そしてフォグランプは走行の妨げになるような取り付け方をしたらいけないので、若干下を向くように設定をしていきます。明るいね。調整が終わったので実際に走ってみます。スモールからのフォグランプからのロービーム。やっぱフォグランプがあるのとないのでは光り方違いますね。いや明るい。フォグランプがあるのとないのでは全然視界確保が変わってきます。そして今回フォグランプを取り付けたんですけど、このフォグランプの取り付けにも細かいルールがございます。基本的にロービームの中心より下に取り付ける必要があります。そして年式によってさらに取り付け位置が変わってきます。2005年12月31日までの車であればロービームより下にフォグランプを取り付ければ OK だったんですけど、2006年以降の車であれば地面から25センチ以上、地面から80センチ以内、
車の横幅の40センチ以内、この範囲内だけになります。ちなみに私の車は2002年式なので別にこの条件に当てはまらなくても OK です。そして次にフォグランプのカラー。フォグランプに使っていいカラーはホワイトもしくはイエローになります。ちなみにホワイトカラーはケルビン数が高いと青色と判断されてしまうことがあるので7000ケルビン以下がおすすめとなっております。そして明るさなんですけど、2005年12月31日前までの車に関しては1万カンデラ以下の明るさじゃないといけません。2006年以降の車に関しては明るさの設定が決められてないので、どれだけ明るくしても問題はないんですけど、交通の妨げになる場合は車検 NG になることがあるのでご注意ください。そしてフォグランプの取り付けの数に関してなんですけど、制限は特にありません。ただし同時に点灯できる数が2つまでなのでご注意ください。なのでフォグランプを4つ取り付けてた場合、どちらかが2つ光っていてもう2つが光る場合は今光っていたフォグランプが消える必要があります。なのでその場合はオンオフのスイッチではなく完全に切り替えのスイッチが必要になってきます。そしてフォグランプの光軸なんですけど、まっすぐ以下に設定をしてください。もうあくまでフォグランプの目的は雨や霧で視界が確保できない時に使うことが大前提になっているので、それ以外で点灯させることはおすすめいたしません。雨が降ってなくて霧も出てない中、フォグランプを夜中ねつけていて、さらに光軸が上を向いている車と出会ったことがあるんですけど、マジで迷惑です。もう対向車が迷惑なぐらい眩しいと最悪自分の車に突っ込んでくる可能性があるので、自分だけ良ければいいっていう考えは絶対やめてください。なのでフォグランプを使う場合はモラルを持って使いましょう。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回動画で紹介した LED バルブは下記の概要欄に詳細を載せてますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。